今回は標高が高く涼しい昼賀野高原キャンプ場にソロキャンプに来ています。お昼からがっつりこってりのキャンプ飯を爆食いし、手抜きのワンタッチテントでお手軽キャンプ、かき氷でほっと一息ついてハンモックに揺られながら気づいたらお昼寝をしてました。おはようございます。普通に昼寝してました。よし、起きよう。こんにちは、まるみです。今日はね、避暑地の昼賀野高原キャンプ場にソロキャンプに来てて、ハンモックでね、ダラダラしてたらガチで寝てました。このね、揺られる感じがね、寝心地いいので、ハンモックデビューしたことない人にはおすすめです。夜寝るときはテントの方がやっぱ寝やすいかなと思うんですけど、昼寝にはね、ビーズクッション好きな人にもおすすめです。今ね、6時半だけど、まだ全然明るい。ちょっと涼しくなってきたので、焚き火の準備でもしようかな。今ね、気温は24度で、かなりね、涼しくなってきましたね。25度切るとやっぱ涼しいなって思って。とりあえず夕飯の準備を始めます。本当はね、焚き火で夕飯作る予定だったんだけど、ナイフと着火剤と全部忘れて、ちょっと焚き火チャレンジするけど、一旦はね、テーブルでもう普通にガスで作って、ご飯食べてから焚き火をしてのんびりしようかなと思います。焚き火がね、ちょっとできるか不安だから、着火が松の葉っぱふさふさのやつでしかできないから、とりあえずはガスでご飯を作ります。よし、じゃあお米をね、軽く研いできます。よし、軽くしか研いでないから濁ってそう。濁ってる。まあいいか。じゃあこれで吸水させます。よし、じゃあご飯を炊きます。固形燃料以外で炊くのめっちゃ苦手だから、無事炊けるかな。沸騰するまでくるくるね、かき混ぜて、沸騰したら蓋して弱火で炊くっていうのがね、一番失敗しづらいって前聞いて、前それで成功したから、一旦それをやってみます。このご飯ね、明日の朝にも食べる予定だから、失敗したら終わり。明日の朝ごはんなくなっちゃう。よし、沸騰してきたから超弱火にして蓋をします。今日の夕飯はロコモコ丼を作りたいので、ひき肉に塩コショウして簡易的な丸ごとハンバーグ。玉ねぎの存在とか完全忘れてたわ。めっちゃ簡単なね、ハンバーグの作り方があって、真ん中くぼませてチーズで、このチーズを中に入れ込むように丸める。なかなか一体化しない。よし、めっちゃ簡単で、なじませる。ご飯はいけたかな。ちょっと水っぽいからもうちょいだな。よし、いける。このまま蒸らそう。よいしょ。よし、
サワーアルミホイル。めっちゃいいお肉の匂いしたした。お、うまくひっくり返せるかな。フォークしかないけど。いけた。あ、すごいすごいすごい。ハンバーグじゃん、完全に。蓋しとこう。よし。あ、いいじゃない。かわいい。完成。いいかもね。じゃあ、ケチャップ。適当。ソース。適当。で、火をつけて。ちょっとお肉は避けといて。ちょっとソース少ないな。よし、ソースに絡ませる。ソースが広がりすぎちゃった。まあいっか。で、火を止めて、蒸らしたご飯のせて、おこげになっちゃった。かわいい。おこげって美味しいよね。予想量間違えて明日のご飯めっちゃ少なくなっちゃった。悲しい。家から持ってきたサラダ。卵。本当はね、目玉焼きをね焼けばいいんだけど、めんどくさいからゆで卵にしました。お好みでマヨネーズ。ジャンク。じゃあこれを落とさないように。オッケー。今日の夕飯のロコモコ丼の完成です。いただきます。なんで私はテーブルの上がこんなに汚いんだろう。いただきます。ハンバーグから。ちょっと硬いな。無事火は通ってる。チーズにたどり着けなかったけど、いただきます。おいしいおいしい。玉ねぎとか入れてないから、もうお肉ギュンギュンのハンバーグ。めっちゃ美味しいじゃん。とろーりチーズ。これはうまいぞ。めっちゃ美味しい。ご飯がめっちゃおこげ。ハンバーグ焼いただけなのになんかちゃんとしたご飯になったのめっちゃ嬉しい。ごちそうさまでした。本当にお腹いっぱい。ちょっと食べ過ぎたな。2人前ぐらいあったからもう何も食べたくない美味しかった。めっちゃ。それにしてもだいぶ涼しいな。今ね見たら気温がね22度まで下がってました。もうちょっと下がってくれたらめっちゃ嬉しいな。目指せ20度。とりあえず焚き火の前に夏らしく花火をしようと思います。もうちょい上持ちたいな。もう一回やろう。そこら中にね松の葉が落ちてた。ラッキー。しけってるんかな。ちょっと予定外だよ。ついた。
れ頑張れ。頑張れ。ああ、消えちゃった。しけってるのかな。しけってそう。頑張れ。なんかどの葉につけてもしけってるのかな。全然うまくついてくれない。着火剤もないしダメだ。まあね、暖を取りたいとかじゃないからもう今日は諦めます。細かくしてやる方法も考えたけど、まずそもそもナイフないし、もうね夜も遅いので焚き火ねできなくても今日はもういいかな。花火したし。ああ、焚き火残念だな。なんか焚き火ができなかったことより自分の実力のなさが残念すぎる。ちょっといつまでたってもなかなかうまくならんな。まあいっか。本当はね焚き火を見ながらのんびりとお酒を飲みたかったんだけど、焚き火は諦めて楽しく飲みます。はい、乾杯。あ、うま。一人ふもとっぱらを楽しむか。かわいい。もう一個つけちゃう。あ、なんか焚き火もうまくできないし、打ち込むってほどじゃないけどどうしたもんかねって感じです。キャンプに向いてないんかな。そもそも夜型だからいつも朝起きるの遅くて到着も遅くなっちゃうし、でテントに入ってからね寝るまでめっちゃのんびりして結局寝るの12時とか1時とか夜中になって、で朝もギリギリ起きるから多分キャンプに向いてないんだろうな。まあでも楽しきゃいいやね。向き不向きっていうより楽しむかどうかだよね。でも夏のキャンプはあんまり向いてない気がするな。だって虫苦手だしあと暑いのも苦手だし。今ね気温はね21度まで下がったのでかなり涼しくなりました。これぐらいの気温だったらなキャンプもっと頻繁に行きたいけど、今はもうね暑すぎて熱中症のトラウマからねあんま行けてない。早く秋来ないかな。
今日はね、ベントラックスのマットを持ってきて、今ね、空気を入れてるので、この後ちょっとお風呂行ってる間にね、空気切って入るので、このまま放置します。このコールマンのね、ワンタッチテントは、フライシートがね、真っ暗で、日差しをね、全然取り入れないから、夏の暑さから守ってくれるっていうのと、お尻のとこにああやって風通し良くなってて、左右もね、風が入るようになってます。入り口も上がね、メッシュにできます。なんでまあ風通しはそれなりにあるかなっていう感じです。よし、じゃあお風呂行こうかな。汗かいたし。お風呂に行きます。今ね、お風呂上がってテントの中に入りました。下にはマットが引いてあって、枕と寝袋が車の中で、もうね時間も遅いからちょっとドアの開け閉めがねうるさいかなと思って、気温がね23度なので、まあ多分このまま寝れば大丈夫かなと。なのでね、お風呂で使ったタオル枕にしてこのまま寝ようと思います。一応ね、扇風機もあるから大丈夫そうです。で、今ね、ちょっとすごい胸くそ悪いことがあって、お風呂出たのが10時ちょっと過ぎぐらいで、お風呂上がって、今ね、外でちょっと座って涼んでたんですよ。外が涼しいからテントの中より。で、そろそろ寝ようかなと思ったら、赤ちゃんのね、泣き声がすごい聞こえて、私ちょっと子供育ったことないからわかんないけど、多分、2歳にもなってない1歳ちょっとぐらいじゃないかなって思うんですけど、で多分お父さんかなお母さんか分かんないけど、私の前をそのベビーカーでね泣いてる赤ちゃん多分あやすために私のサイトの前を通り過ぎてった時に、いきなりねベビーカーの中に多分赤ちゃん寝てるとこに手でパンって叩いて、赤ちゃんをちょっと状況分かんないから、もしかしてなんか虫が止まってたから払ったのかもしれないし、だから決めつけは良くないんだけど、やっぱ赤ちゃんって泣くじゃん赤ちゃんって泣くのがまあお仕事というかね。だからキャンプ場来ても泣いちゃうのはしょうがないと思ってて、で赤ちゃん連れてくるなとは全然思わないんだけど、まあ赤ちゃん泣いてるなぐらいで、特にここのキャンプ場は広いから全然遠くで赤ちゃん泣いてても気にならないというか、あ泣いてるねって、で赤ちゃん泣いてるとたまにワンちゃんも吠えてとかあって、あ吠えてるねぐらいで、そんなにみんなよっぽどじゃない限り気にしないと思うの。だけどまあ赤ちゃんを黙らせるためかわかんないけど、いきなり叩き始めちゃったから、私の目の前でえってなって、でもちろんねお父さんお母さんもストレス溜まることもあるだろうし、だからね気分転換にキャンプに来たのかもしんないけど、ちょっと叩くのどうなのかなって思って、なんかすごい今胸くそ悪いというか、ちょっとうーっていう感じで、なんか一気にちょっとキャンプのテンションが下がっちゃった。わかんないけどね、ほんと虫払っただけとかさかもしんないんだけど、で子供育てたことないから子育てしてる人たちのね大変さなんてね分かったように言うつもりは全然ないんだけど、なんかすごい胸くそ悪いものを目の前で見せられたから、なんか嫌だなって思って、今すごいモヤモヤしてる。なんか悲しくなっちゃったということで、なんかね赤ちゃんが泣いたりワンちゃんが吠えたりしてもみんなそんなに責めないしさ、キャンプ場でね。だからそんな叩かないでほしいな。そんなにみんな多分気にしないんじゃないかな。まあ気にする人はね気にすると思うけど、でも気にする人は他の人のね寝てるいびきとかも気になったりするからね、耳栓を持ってくとか対処法はあるから、なんかほんと赤ちゃんに優しくしてほしいと思いました。わかんないけどね、叩いたって今この決めつけて言っちゃってるけど、本当は本当に虫をはたいただけかもしんないし、なんかすごいモヤモヤするな、胸くそ悪いなっ
して今思った感想をこのまま言ってます。私の友達もね、みんな子育てとかして大変そうだから、多分余裕ないのかなと思ったけど、なんかっていう感じです。何の答えもないか話になっちゃったけど、そんな感じでちょっと今はモヤモヤしながら、なんかすごい嫌な気分。ちょっとね、そんな感じで寝ようと思います。ショック。ということで、おやすみなさい。おはようございます。あまりにも夜中寒くて、トイレに起きた時にね、めっちゃ静かに車の中から持ってきました。今ね、テントは上はね透けてるから光入るし、左右ね風通しよくするためにフライシートわざとねめくってるから、そんなに真っ暗じゃないけど、上の方は光あんまり感じないから結構快適です。起きるか。夏キャンプで朝なのに涼しいって幸せ。昨日のね気温最低19度まで下がりましたね。かなりね涼しかった。なんなら寒かったです。で今25度かな。さっきまで23度だったから今もそれぐらいかも。すごい涼しいです。よし、じゃあ朝ごはんを作ります。昨日のご飯に硬くなっちゃってる。ほぐして茶漬けの素、冷やし茶漬け。今日の朝ごはんは氷も入れてキンキンに冷えた冷やし茶漬けです。いただきます。これはね料理と言える代物ではないけど、夏キャンプのね、今日は涼しいけど特に暑い日の朝とかね絶対美味しい。いただきます。最高。前日の夜にねご飯炊いといて半分残してクーラーバッグ入れとけばね、朝はお茶漬けの素とお水と氷入れるだけだからめちゃくちゃ楽。ごちそうさまでした。なんかすごいね体が朝からさっぱり冷えましたね。真夏のキャンプにおすすめ。このねワークマンのねクーラーボックス、これだと氷がね全然昨日の昼間買ったやつでもまだ半分ぐらいかな残ってるからマジでおすすめ。なんか今四角いタイプ出てね、本当はそっちが欲しいんだけどね、なかなか買うチャンスがなくて。あとこれ首にかけるネッククーラーなんだけど、ぬるくなったらこの氷入ったクーラーバッグの中にね入れるとね復活するからね、これもおすすめ。夏キャンプのライフハック。知らんけど。よし、じゃあそろそろ片付けますか。
癒される。もうずっとここでこのまま寝てしまいたい。撤収完了しました。今ちょっと日が出てきて、影にいると涼しいけど日の当たるとこだと結構暑いから、もしかしたらロゴスのマイナス15度の多分こういう環境だとね、すごい活躍する気がする。この日陰よりもっと涼しさが増すわけだから。昨日着いたのがね遅かったから試せなかったけど、それでもね十分今気温25度ぐらいなので快適です。やばい、車の中にハエがいる。困った。ちょっと、おい、出てよ。よし、じゃあ受付行って紙を返します。車の中エアコンで気持ちいい。夜はすごい涼しいんだけど、やっぱこの撤収の時間、今10時半ぐらいだけど、この時間になるとねやっぱ暑いですね。すごいな、平日でも全然混んでる。それでは今からね帰ります。今回のキャンプは、なんかちょっと焚き火うまくいかなかったとか、すごい涼しく寝れたとかあったんだけど、やっぱちょっとね赤ちゃん叩いたの、本当に叩いたかね確定ではないけど、私から見たらパーンってやったの風に見えちゃって、もうなんかね一件以来ちょっとなんかもうモヤモヤが止まらないというか、なんかちょっと胸くそ悪い感じでしたね。真実はねわかんないんだけどね。だからなんか今回はちょっと楽しかったっていう感じはあんまりしないですね。なんか赤ちゃんとキャンプ来るのって全然私はいいと思うんだけど、わかんない、免疫力とかそういう話はわかんないから何とも言えないけど、いいと思うんだけど、キャンプって結構非日常で楽しいとこもあれば、慣れない調理道具使ったりテント立てたりで、多分やってる側パパママとかの方が意外となんかリラックスできないんじゃないかなと思って、あとはね、ああいう赤ちゃんが泣いちゃったりしたら多分周りに迷惑かなとか、そういうなんかストレスが多いと思うから、テント泊じゃなくて、例えばこういうキャンプ場って大体のところコテージあったりするから、コテージに泊まってさてちょっとバーベキューとか、なんかそういう使い方の方がパパママもリラックスして楽しめるんじゃないかなと、ふと昨日寝る前ずっと考えてました。みんなね、せっかくねキャンプ来たらね楽しめた方がいいから、なんかちょっとシーンは見たくなかったなと思ってなんか不完全燃焼です。でもキャンプ場はねほんと快適で涼しいし、サイトもフリーサイトなんだけど木に囲まれてるから結構お隣同士でも距離がある感じというか、なんかそれぞれの空間っていう感じ、区画サイトのような楽しみ方ができるので、このね夏の時期、涼しい時期はおすすめです。この動画が上がる頃にはねもうちょっと夏終わっちゃってるかもしれないけど、まだね9月いっぱいぐらいまではね暑かったりするので、昼ヶ名高原キャンプ場おすすめです。シャワーもあってドライヤーもついてて、自販機もあって、売店も夜8時までやってて、であと星がめちゃくちゃ綺麗で涼しくて、高速降りてからもねすぐなのでねアクセスはいいと思います。なので東海のキャンプ場でね、有名だからみんな行ったことあると思うけど、これから行ってみようとか、ちょっと関東とか関西とか遠方の方で行ってみようっていう方におすすめです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムと TikTok もやってるよ。